横浜ベイブリッジが目と鼻の先にございます。どうなんですかねこの喋り方雨の季節だね。黒船来航なんていうのが有名じゃないですか。ペッパタパタパというのはなんかシートレールの特性上どうしてもなってしまう場合があるみたいで。こんにちは、竹長です。この動画は低クオリティ低画質でお送りいたします。今日はですね2023年の9月の8日金曜日でございます。せっかくね有給取ったんですよ。で意気揚々と福島県の小名浜港まで行こうかなと思っていたんですが、台風13号が近づいてきております。現在の時刻が12時47分ということで、行けなかったな。さすがに台風の中はちょっとね行けなくて、ちょっとね撃沈してしまった今日この頃なんですよ。ただねせっかくの有給なので家にいてもねしょうがないなっていう感じもしますし、幸いなことに今雨がそんなに降っていないんで車を出してきました。でもせっかくなんで近場ではございますけども、新横浜駅ぐるっと回ってみなとみらいとかあの辺ぐるっと行ってみようかなと思う感じでございます。近場ドライブでございますっていう感じでちょっとやっていこうかなと思います。さあ行くぞ。あれこれ、ね、最近ねなんかシーポジもなんかあんまりうまく調整ができない今日この頃なんですよね。なんか決まんないんだよなこれ。高確認前方確認左右全部よーし。さあ行こう。目指すはマクドナルド。行くぞ。なんか最近なんですけどこのレカロシートがねなんかフィットしなくなってきたような気がするんですよ。なんでかなって個人的に思うんですけども、なんだろうな、なんかギアチェンジしてる時に体が少し浮くっていう感覚なのかな。それが結構するんですよね。でじゃあいかんわっつって背もたれとかを直角にしてみたり、少しポジションを前にしてみたりとかするんですけども、それでもなんだろうな、C ポジを前にしたら今度はちょっとこの辺の空間が狭すぎちゃって、なんかシフトチェンジやりづらいなとか言って思ってしまったり、逆に直角になりすぎちゃってっていう感じもするんですよね。さっきね気づいたんですけど、こうやるじゃないですか。で少しこうやってやるとこれカタカタ言うんですよ。ちょっとねみなとみらい行くときにこの買ったお店も近くにあるのでそこにも寄ってみようかなとは思うんですよね。本当に今日はなんか日常ドライブみたいな感じにはなりますけども、これやだよね。なんか峠とかいろんなところ走ってる時に急になんかシートがガシャンとかってなったら、平日とはいえ車が全くいないわけでもないですよね。そうだよなわしぜおっとここで緊急車両が右手にいる。ほんとなんかね私の動画のレギュラーメンバーですよね緊急車両。この左でマクドナルドちょっと入っちゃおうかなとは思います。ちょっとここの普通のパーキングに入って、でもすごいな。うわダメだ、満帆かつあらら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 最強の渋滞だ。これはねちょっとやめよう。残念。隣のうどん屋さんでもいいかな。すごいな、平日でもマックが渋滞するんですね。びっくりしたもう少しすんなり入れるかなとは思ったんですが、いやこのままちょっとドライブ行っちまいますか。行っちまえこの野郎みたいな。バル行っちまえもういいだろ今日一。最近今日一ネタが激しいな。いわき政治ネタって言った方がいいのかな。お腹に何か突っ込んどかないと大変なことになる。そして前向き駐車にするときはこのねフロントカメラがすごい役に立つんですよ。この辺かな、この辺でギリで止めちゃえみたいな。私純正車庫だから別に大丈夫なんですけどね。いやちょっとごめんなさい、ローソン行ってきます。すいません買ってきました。で何を買ったかと申しますと、ローソンといえばね唐揚げくんレギュラー、これ美味しいんですよ。ただね220円もしてかなり高かったなというイメージがあります。さらにチーズバーガー買ってきました。マックでハンバーガー食べられなかったんで
もういいや腹いせだっつってね、ローソンにチーズバーガー売ってたんでチーズバーガーを買いましたので、これいただきます。美味しゅうございます。ベチッ雨がしてきたな。これいいや、これいただきます。人間って不思議ですよね。こういった食べ物を食べるときに口含むじゃないですか。含んだ瞬間にずっと食べ物を見つめながら食べるみたいな、ありません？じゃああげますね。はい。うまいって言ってます。シビックさんもどうぞ、唐揚げくんどうぞ食ってください。どこに必要あるのかな。これ糖質 1.5 か。最近ね糖質も気になりだしてるんですよね。取りすぎてんじゃないかなと思って、だから体の疲れが取れなかったりとかするのかななんて思っちゃうんですけど、逆もしっかりなんですよね。糖質ってすごくシビアなものなのかなと思ってまして、取りすぎも良くないけども摂取しなさすぎもまずいっていう情報があるみたいなんですよね。じゃあどうしろよ。よし、ご飯も食べたことだし、じゃあ行きますか。目指すところは新横浜の駅でございます。行きますよ。出発進行。違うわ、まあいいや。雨の日のちょっとした小ネタなんですけども、サイドミラー FK7 の場合って結構雨粒がついちゃうんですよね。それを拭い張る方法が一つだけあるんですよ。これ皆さん知ってます？黙れコアッパー、わかっとるわ。ここのエアコンのボタンにですね、リアって書いてある温めるボタンがあるんですよ。これをポチッと押します。そうすると数分後には、あらなんとびっくり、雨粒がなくなってるではございませんか。わーすごいね。そうなりますよもう分かってるわみたいなね感じかもしれないけどどうぞ日本一優しいドライバー竹千代でございます。こういった車をすぐ譲ってあげる精神は誰よりも持ってると思いますよ。平日とはいえ車通りも半端じゃございませんね。大体の方がお仕事されてる感じなのかなとは思いますけども、とはいえですね、主婦の方とかも運転されてる方が結構いらっしゃるんですよ。この左斜め前方方向にもセレナなのかな、この車ワゴン車が1台止まっておるんですが、おそらく主婦のでも主婦の方じゃないな、おっさんだな。おっさんが言い切りダッシュしてきました。水かけられた。ありがとうございます。さあ行くぞ。本当だったら目の前に日産スタジアムっていう有名な大きなスタジアムが見えるんですが、見えた、うっすらと見えております。やっぱ雨の日視界が悪くなってくると見えるものも見えてこないっていうのがね、なかなか面白いございますし、目の前には竹千代一里塚がございます。ここは日産スタジアムの手前ですよという目印でございます。そのままひたすらまっすぐ行き、新横浜の方に向かっていく今日この頃。さあプリンスペペというね、昔から有名なホテルも見えるんですが、このビルもですね、本当にうっすら映っているような感じでございます。本当だったら本当にこの辺結構景色が綺麗で、おーっていう感じがするんですよね。さあここから右に曲がることができますでしょうか。赤信号が右に曲がれますよっていう表示出ておりますから、このまんま曲がっていこう。そしたらトラックがたくさん渋滞しております。渋滞というか路駐しておりますので、この雰囲気を楽しみながら新横浜を目指していくっていう感じですね。でこの右に曲がった先にですね、もう新横浜突き当たりにございますよ。新横浜といえば何をご想像いたしますか。崎陽軒のシウマイ、東海道新幹線が一番有名なのかな。電車で言いますと横浜市営地下鉄という電車も走っておりますよ。さあ来たよなんだろうね、なんかただの新横浜なんだけど、うおーっていうね、大きなビルがあったり、
このサークル状の歩道橋みたいのもね、なかなかね面白いモニュメントだなって勝手ながら思ってしまいます。先ほど行けなかったマクドナルドが左前方方向にまた違う視点がありますが、ざまあお前は行けないんじゃマックには老人形にしてやるわついに皆様到着いたしました。こちらが新横浜の駅となっております。これね、一般車とかちゃんとレーンを守らないと進入禁止ゾーンに行ってしまうので気をつけてください。さあここでね、送り迎えする車の方がねたくさんいらっしゃるんですよ。平日でも 3,4 台止まっており、このように立ちふさがっている今日この頃でございますね。これはかっこいい止め方でございますね。進行方向を遮るっていうのがねまた素晴らしいでございますよ。でさらに後ろにこうやって車がいるのにもかかわらず気づかずに止まっているっていうのが新横浜の、人たち、ゴリラの人たちのルーティンでございます。おそらくですね、前の車は結構大きな車でございましたから、このなんか赤色の車がちょっとはみ出した駐車のことをしているので、多分ね曲がれなかったんじゃないかなとは思っております。さあ左手の方が新横浜のステーション、いいね。次に目指すところがみなとみらい地区行ってみますか。実はねナビセットしてません。地元だから大丈夫だろうっつってね勝手に思ってるんですけど、これで道に迷ったら大爆笑してください。ナビを使わずにみなとみらいとか辺に行ってみたっていうことを含めて皆さんに楽しんでいただければなとは思っております。うわー、みんな意気揚々と信号無視してるけど大丈夫なのかな。ここだな。ここをですね左斜め前方方向に行きますと東神奈川っていうところに抜けていってみなとみらいに行けるはずなんだよな。おっとここで東海道新幹線と並走、かっこいいな。16両編成のこだまかのぞみかちょっとわからないんですがいいね。 N700 系、確か六角橋っていうところを目指していくような算段ですから、これを左だな。左に曲がりますと神奈川大学たるものがあるはずなんですよ。多分ねこのまんままっすぐ行ってどっかの黒崎耳鼻科だったかな、そういったね小さなクリニックがある交差点を右折すると神奈川大学の入り口と申しましょうか、神奈川大学に行けるっていうことなんですよ。神奈川大学見たいですか？行ってみます？もうどうせだったら行くだけ行ってみましょうか。こうなれば破れかぶれだぜみたいな。破れかぶれのやぶ医者がって、確か左手に新大寺郵便局があって右手にコープ神奈川だったっけ、あったような気がするんですよね。あった茶色のあれ見えますコープ神奈川でいいのかな、コープでございます。でこのコープを過ぎますと左手にファミリーマートがありまして、その先にですね郵便ポストがあるんですが、そこが新大寺郵便局と呼ばれているところですよ。これね、これが新大寺の郵便局でビットケアデポっていう、なんだよこの車すごい動きをしてくれるね。最高でございます。ありがとうございます。ここだ。ここを右に曲がります。これだ、黒滝耳鼻科だ。すいません、黒崎じゃなかった。黒滝耳鼻科を右に曲がりますとすぐ正面に大きな建物が見えているとは思うんですが、この建物がなんと神奈川大学という大きな大学でございます。神奈川大学も確かここの横浜キャンパスって言った方がいいのかなの他にですね、なんだっけ、どっかにあるんですよキャンパスがなんか2つ3つあったような気がいたしますね。さあ神奈川大学在学されていたこと、そしてゆかりのある人でしたらこの辺がこの辺だよ、懐かしいよははははって思ってくださるのかもしれませんね。さあキャンパスのところをね左ですね。でここが今止まったところがメインの入り口で神奈川大学と書いてあります。でこれを左に曲がりますと右手に
コンビニエンスストアローソンがあったりとかするんですが、これ左の方行ったらだったな。まあいっか。さあ神奈川大学もちょっとお見せできたので良かったなとは思っている今日この頃なんですが、どうなんですかねこの喋り方なんかねアナウンサー的なDJ っぽいラジオの DJ っぽい口調で話してると思いきや、なんかわけのわかんない自分の感情を交えれたりとか、なんかね自分でも何言ってるかさっぱりわからない今日この頃なんですが、ただねコメントでありがたいコメントいただきまして、こういう口調がねすごく寝る時に最高なんですよって言ってくださった方もいらっしゃるんですよ。なんかね何かしらのリラクゼーション効果を与えてるっていう感じらしいんですよね。めちゃくちゃ嬉しかったですよ。恥ずかしかったけどねめちゃくちゃ嬉しかった。前にコロナにかかってしまって復活したよっていう動画もですねたくさんのコメントいただきまして本当にありがとうございました。本当にね皆さん優しい方で元気になられてよかったですね。これからも動画楽しみにしておりますよ。マフラーの音結構いいよね。どんなマフラー入れてるの？いろんなねご質問とかも受けまして、でコメントも返させていただいたんですが、マフラーはですね H ケースのハイパワースペック L2 っていうマフラーを入れております。このマフラー砲弾型でございまして、なかなかね個人的に好きなんですよ形そのものが。で音も結構いい音をするんですよ。もう一つの H ケースのリーガマックスマフラーっていうのかな、あれと比べたら若干音量がありましていいサウンド奏でてるなっていう感じはいたします。銚子あたりにいいおすすめコースがありますからね、ぜひ走ってみてるのもいかがですかって言ってくださった方もいらっしゃいましたし、あと愛車遍歴、竹千代の愛車遍歴を知りたいよってコメントをしてくださった方もいらっしゃったので、愛車遍歴はですねこの動画今撮影してるんですけど、これが終わったらちょっと次の動画として撮影しようかなと思っております。さあ行こう。さあ曲がれるか。ここがなんと旧綱島街道がまっすぐあるんですけど、これ左に曲がると旧綱島街道と言われているところ六角橋の交差点。さあ東白楽っていうところの東急東横線の沿線沿いでございますよ。なんか平日も休日と変わんないっすね。結局は止まってばっかじゃねえか、ストップ&ゴーを繰り返してるだけじゃねえかなんてふつふつとは自分の心の中でそういう風な自問自答を繰り返しております。目の前に見えてくるのが東白楽東急東横線の駅でございます。残念ながらここは急行特急は一切止まることはなく、各駅停車しか止まらない駅でございます。さらにこの先東海道1号線が射程距離に入ってまいりました。やばい。いや違う。合ってるいやそうこのね地下をくぐっていきまして、この東神奈川の駅のロータリーを抜けていくんですよ。そうここがですね JR 線の東神奈川の駅でございます。よいしょ。そうだよなわしぜ。そうここがね、そうね、この水穂ふ頭っていうのはね確かね進入できなかったような気がするな。これはね右に曲がんなきゃいけない。で右に曲がったらすぐ左手前方方向にみなとみらいの大きなビルランドマークタワーとかが本来は見えるはずなんですが、さあ果たして台風が近づいている今日この頃でございますが、見えるのか見えないのか。やっぱり見えないわ。うおー、霧がかかってるような状態で残念ながら見ることはできませんが、なんか船が止まってる。なんだイージス艦みたいなの止まってんな。なんだ灰色のやつ。船じゃないよ、建物だった。左前方方向うっすらと横浜ベイブリッジが見えております。さあ雨の中全くね見えないっていうことはないんですが、横浜コンチネンタルホテル分度器みたいなビルがあるんですが、それは見えております。しかしランドマークタワーは全貌は見えませんね。なんかもう雲が下の方に来てしまってビルが隠れてしまっている今日この頃。しかしそれでもね風景は汚いっていうのはさすがにないですよ。いい風景だなとは思います。さあこのまま県庁の方に向かっていく今日この頃。
さあここがですね、なんとかサークルウォークっていう交差点なんですが、右の方に行きますとランドマークタワーの入り口の方面に向かっていきますと。でさらに左手の方が客船ターミナルとなっておりまして、豪華客船が停泊するところかどうかは定かではないんですけども、お船に乗ってゆらりゆらりと旅行を楽しんだりとかすることもできそうなんですよね。このサークルウォークを過ぎますと左手もう見えておるんですが、横浜赤レンガ倉庫が堂々とそびえ立っております。平日でもそこそこゴリラいますね。なんか半分手挙げてましたけど、ヒッチハグでもしようと思ってるのかな。ただ休日と比べましたらだいぶ人はいなくて、なんか閲覧というか観光しやすいんじゃないかなとは思いますが、前方方向趣があるね建物があるんですが、これが確かね県庁ではなかったような気がするな。なんかの税務署だったかな、税関だったかな、ごめんなさい忘れちゃったんですが、これを渡っていきます。そして左の方に懐かしい立教的なものがあったんですが、これ確かね昔鉄道が敷かれていたような気がするんですよね。明治時代はこの辺貨物列車とかも走っておりまして、そこの線路があったと思わしきところも数点々としております。赤レンガ倉庫行きますと名残があるんですよ、駅舎の。だから昔なんだここすごい電車というかね汽車が走っていたんだねなんていうふうに思っていただけるのかもしれません。さあそしてね、その趣のある建物なんですけど、どうやら横浜税関資料展示室みたいな感じで書いてあって、やはり横浜税関だったんですね。さあこれね左に曲がります。左に曲がるとどこに行くかと申しますと、実はね山下公園行くんですよ。山下公園といえば我々若い世代にはねナンパの聖地なんてよく言われておりましたけどね、山下公園の通り沿いに車がいっぱい並んでおりまして、そこで女性の方に声かけて遊ぼうよなんて皆さんやっていたんじゃないですか。私は怖くてできませんでしたけどね。さあその前にですね、ちょっとぐるっと S 字カーブになりまして、左手の方に大桟橋というね大きな橋があります。橋というか豪華客船の泊まる停泊所があるんですけど、この大桟橋にアスカ2ですとかクイーンエリザベスも泊まったのかな、なんか泊まることがあるみたいなんですよね。いずれね一回豪華客船にも乗ってみたいなっていう気持ちはあるんですけど、お金がねないからねダメなんですけど。さあ開港広場前と書いてあります。多分ねおそらく1854年江戸末期だったかな。黒船来航なんていうのが有名じゃないですか。ペリーさんね、ペリーさんが1854年に2回目に日本に来た時に泊まったところ、上陸したところが横浜港と言われているところなんですよ。その1年前にですね、ごめんなさい、それの話はいいや。ここ左手ご覧ください。ここが山下公園でございます。この大きなストレート道のところで昔はすんごい車がいっぱい並んでいて、なんかねもうゴリラたちがねメスゴリラを争奪戦していたところでございます。時は経て20年以上経っておりますが、今はこのような感じでねゆったりと通ることもできて面白いございます。夜も夜でねそんなに人がいるわけではございませんからね、なかなかいいですよ。さあそうこうしているうちに右手の方にマリンタワーも見えております。マリンタワーは昔は横浜のシンボルとして有名でございました。しかしランドマークタワー等ができ、さらに1988年だか9年だか忘れちゃったんですが、横浜博覧会たるものもこの辺で開催されまして、でなんとそこでですね世界一の観覧車とかも出来上がったんですよね。でそういうところに全部持ってかれちゃって、マリンタワーっていう存在感がちょっとなくなっちゃったんですけども、今現在もですねきちんとマリンタワーは存在しておりまして、地元民そしてある一部の観光の方でも結構ね支持されている有名なマリンタワーだとは勝手ながら思っております。さあみなとみらい地区もうこれで以上なんですが、次にね行きたいところがちょっとねこのシーポジじゃないや、このレカロのなんかカタカタいう音をすごく気になるので、
この先に実はねあるんですよ。ASM 横浜だったっけ、忘れちゃいましたけど、そこでレカロを買ったお店がすぐ近くにあるので、ちょっと飛び込みで店に行ってみようかなと思います。さっきペリーさんのお話ししていたと思うんですが、初めてね来航したのが1853年の浦賀港なんですよ。でなんだっけ、開国してくださいよっつってね言ってたんですけども、まあ江戸幕府の人たちもなんだこの黒い船の軍艦は怖えなっていうことでね結構ビビってたらしいんですよ。でペリーさんは初めて来た時はそこまでなんかグイグイ言ってこなくてすぐ帰っちゃったんですよね。でその翌年だったかな、ペリーさんがもう一回来た時にさすがに江戸幕府の人たちもねやばいと思って東京湾の方に台場って言ってね砲台の島をこう数々点々と作ったんですよね。これで撃退してやるぞバカ野郎みたいなね感じでやったのが、確かね今でいうところのお台場っていうところがその地名の名残なんですけど、でその砲台を設置したことによってさすがのペリーさんも最初はね、いやもうね江戸城まで余裕で行けるから行っちゃおうぜなんて思ってたらしいんですが、いやまさか砲台作るとは思わなかったなと、とりあえず撤退しようぜっていうことで一歩下がって横浜港に入港し上陸したと言われております。さあどうなる、なんかいきなり行ってこれを見てくださるのかっていうか、見てくれないとねダメですよね頼むよ見せてくれ、頼むうまくいってくれ、頼む、まだ行ってないけど頼むなんてね心の叫びを申し上げた。ここ右曲がった方が良かったな。そう、お店はどうやら営業してますね。どっか多分ね U ターンできると思うんですよよいしょ、ダメだったでもまあいいのかな。いや一回大丈夫だ。これを左に曲がってさらにまっすぐ行って左に曲がってさっきの大通りをまっすぐ突っ切っちゃえばいいんだな。そうレカロ専門店東京方面から行きますとちょっと癖があるんですよね。右手の方にお店があるので中央分離帯を乗り越えていかなきゃいけないんですが、行こうと思えば行けるんですよ。ただね中央分離帯にこのガタガタしてるなんか凹凸物があるので、それをなんか踏んづけていくと下回りこすっちゃったりとかね、なんかしそうな気がして嫌なんですよ。よってちょっと面倒くさいんですけど迂回の方をしていったりとかしているような感じですね。さくる、うわなんか渋滞してんのかこれ。やったー、よっしゃー、渋滞だべ。何やってんだ。さあイエローハットの看板を目印、そしてヤマダ電機がある交差点を左に曲がっていきましょう。わしずみたいな、目の前に丘があるんですよね、小高い丘が。でこれ登っていくとなんかね港の見える丘公園っていう素晴らしい景色が見える公園があったりとか、外人墓地とかあったかな。いや外人墓地はもっと違うところか。この大通りをあえてまっすぐ突き抜けていく今日この頃で、まっすぐ行きましたら一つ目の左折できる一方通行がございます。一方通行を左に曲がっていきと、ちょっと小さなねお道なんですけども、これをまっすぐ行くとさっきのレカロ専門店の裏手に確か出るような気がした。で一つ目を左に曲がると、左に曲がったらファミリーマートが左手にあるのでここに入っていくとそうすると駐車場が見えてきて、駐車場兼っていう感じなので、ここの端っこの方にあえて止めてレカロ専門店みたいな感じで一回止めようかな。お店の方に出してきたんですけども、結果から言うと問題はなかったそうです。カタカタいうのはなんかシートレールの特性上どうしてもなってしまう場合があるみたいで、特に走行中に何か影響を及ぼすということはなかったそうです。ただしかしシートレールによって
してはひょっとしたらもっとガタつきがひどくなる場合もあるかもしれないということなので、その時はもう一回お問い合わせください。そしてレカロの方に問い合わせしてシートレールを交換できるかどうかも相談してくれるということだったので、しばらく様子見ということになりました。プシュプシュなんですけど、これもですね、どうしてもそのエア抜けっていうのは起こってしまうこともあるということなので、そこまで保証は申し訳ございませんがということでした。なのでもしレカローとかを検討している場合ですね、このシートレールの型付きが起きてしまうかもしれない。さらにこのオプションのこのエアランバーサポートってやつなんですけども、このエア抜けも起きてしまうことがあるかもしれないということを考慮して検討するのもいいかもしれません。これね、一つのね情報になりましたよ。いやー、よかったよかった、人柱になれてよかったと思います。さあ、ということで、じゃあお前これからどうするんだって話なんですが、せっかくね山下公園横浜の近くにいるということでね、ベイブリッジが近くにあるんですよ。そのベイブリッジ走ってお別れしますか。じゃあ行きますよ。後方確認、前方確認、左右全部よーし。横浜ベイブリッジ高速から行くんじゃねえのってみんな思ったかもしれないんですけど、高速乗りませんよ。下道でベイブリッジ渡りますよ。多分正面が横浜ベイブリッジなんですけども、ちょうど一番上が首都高のベイブリッジとなっており、その1個下、あれが下道のベイブリッジなんですけど、いやっほー楽しいな。やっぱり加速するとシビックさんはとってもいい走りを見せてくれますから、結構面白いございます。さあ、こっからですよ。横浜ベイブリッジが目と鼻の先にございます。あ、よかった、ちゃんと合ってましたね。さあ、台風が刻々と近づいている今日この頃ですが、その台風直前の横浜ベイブリッジはこのような感じですよ。さあ、下入ってきた横浜ベイブリッジ、ベイのブリッジでございます。さあ、景色の方はもう真っ白で何も見ることができません。私の目視する限りでは真っ白そのものでございます。右手の方が千葉県となっており、左手の方がみなとみらい地区になっているんですが、なんかね、どこ見ても真っ白な霧みたいのがかかっているような今日この頃、さらにですね、道の方もなかなかゆったりしてるなっていう感じがいたします。おそらく首都高のベイブリッジは片側 3,4 車線あるようなイメージでございまして、対して下道のベイブリッジはこのように2車線道路、片側2車線となっております。しかしこの先250メートル先は車幅減少という表示板がございましたから、ひょっとすると1車線になってしまう恐れもありますね。ただね、こうやってベイブリッジの下を走る、下道でベイブリッジを走るっていうのも、そんなにね、地方にお住まいの方でしたら経験は少ないと思うので、いや、お店できてよかったんじゃないかな。あ、1車線になりましたよ。で、ただ左側の方見ますと、何やらなんか拡張しそうな車線があるんですけども、ひょっとしたらこの先ここも開通するのかな。それとも作った当初なんでしょうね、車幅を大きくしようなんつって途中でやめちゃったのかもしれませんが、このまま下っていきますと大黒パーキングエリアが見えるって言えば見える、見えないと言えば見えない。この道どうやって進んでいくんだろう。これ正面が大黒パーキングエリアでございますよ。その外側を走っているような感じですね。で、大黒パーキングエリア目視するとですね、やはり雨かつ平日のまだ15時55分16時前なので、なんかね、それらしい車の群れはいらっしゃらないような勢いがあります。ごめんなさい、違ったわ。これなんかの駐車場だ。なんかすいません、また間違えちゃった。よく間違えるな。そうそうそう、左手の変なモニュメントが大黒パーキングエリアの駐車場となっておりますから、この辺りが大黒パーキングエリアということですね。もうそうしましょう。そういうことにしよう。さあ、これね、左に曲がります。一時停止、ピュッ。そして
この左手が大黒パーキングエリアとなっておりまして、で大黒パーキングエリアのなんか施設からね見えるんですよ、この辺り下道が。で多分この辺りでぐる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 旋回している車もねたまにいるんですよね。もう一周往復しようか。これまっすぐ行くと多分首都高に乗っちゃうから、本木磯子っていうところに乗って、この道をまっすぐ行くと風速4メートルの横浜ベイブリッジの下道を走っております。いやー、でもこっちの方が助手席から見ると景色見れますので、いいな。おすすめがですね、下道を走る場合は東京方面から来てベイブリッジを渡る方がまだ幾分マシなのかもしれない。さっき走った時はなんか大きな車線みたいなものがねあるんですけど、それがね邪魔しちゃって助手席側からすると見れないね、景色がね。ただ左の方はね、こっちの今走ってる方は千葉県の方の景色がひょっとしたら晴れていたら綺麗に見えるかもしれません。こっち側ね、この適当竹千代ドライブ行き当たりばったりナビもセットせずに来てしまいましたが、これもこれで私個人的にはめちゃくちゃ楽しめたなと思いますよ。やっぱりねこうやってシビックさんにこうやって乗ってるっていうのがね一番最高な瞬間でございますから。いやーでも本当はね台風が来なければ福島県の小名浜港まで行きたかったんですけどね。これはまたの機会にしよう。またねいつか行けるという希望を持って今後も取り組んでいきたいと思います。何を取り組んでいくんだ、動画を頑張って配信して皆さんに楽しいひとときを一緒に共有するんだ、そういう気持ちでございます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。ベイブリッジも終わりでございますから、この動画も終わりにしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。やば、八景島の方行っちゃった。